ある日のこと、とある家の庭のポーチ下から一匹の子猫が発見されました。そこの住人はすぐに子猫を保護すると近くの動物保護施設へと連れて行ったのです。保護施設のスタッフは子猫をモリーと名付けました。そしてモリーはとても痩せていた上に全身のみで覆われた状態だったので、施設へとやってきたその日にすぐにお風呂に入れられたのです。すっかりきれいになったモリーはその後スタッフからご飯をもらいました。するとご飯を食べているモリーの様子に一人のスタッフがあることに気づいたのです。モーリーは与えられたご飯を誰かに取られるのではないかと思ったのか、落ち着きがなく視線をキョロキョロとさせながら食べていました。それを見て私は警戒心がとても強い子なのだろうと思ったのです。その行動は保護施設を出て養育主さんのもとへ行った時もなかなか変わることがありませんでした。そんなモリーのことを養育主さんである女性、ケイトさんはこう語ります。彼女を引き取る際、施設のスタッフからその話を聞いていましたが、私のところへ来た時も同じでした。ご飯を食べている時のモリーの表情は、まるで野生猫のようだったのです。私はそんなモリーの警戒心を少しでも取り除きたいと思い、しっかりと彼女に向き合っていくことを決めました。それからしばらくすると、モリーは食事の時以外でも常に周りのことを警戒するようになりました。私が少しモリーに近づいただけで彼女は逃げてしまいます。一緒におもちゃで遊んでいる時もその警戒心はなくならず、モリーはあまり楽しそうではなかったのです。そこでケイトさんはモリーのことをもっと知るため、そして彼女の信頼を得るために24時間つきっきりでお世話をすることに決めました。朝から晩まで常にモリーのそばにいて彼女のことを知ろうとしたのです。そしてその決意は見事に成功しました。24時間ずっとモリーと一緒にいたことにより少しずつ信頼を得ていったようで、彼女はケイトさんに近づくことができ、ゴロゴロと喉を鳴らすようにもなったのです。モリーのお気に入りはケイトさんの腕の中でした。またモリーは警戒心が強かったことに加えて体調もなかなか万全な状態になりませんでしたが、ケイトさんが常にモリーの様子を見ていたため危険な状態を避けることができたのです。そしてケイトさんの懸命な看病のおかげでモリーはどんどん元気になっていきました。モリーは部屋の中でたくさん遊ぶことができるようになりました。こちらの写真はモリーが初めてボールで遊んだ時の様子です。また、掃除ロボットのルンバを見つけたモリーはとても興味深そうにしていて、ずっとルンバのそばを離れなかったのです。そしてしばらくしたらこの状態でした。すっかりルンバと友達になっていたようです。モリーは元気になり、とても好奇心旺盛な子猫になりました。さらに猫として生きていくための知恵は、私の家で暮らす先住猫たちから学ぶことができ、一緒に暮らしている子猫たちとも仲良くなることができたのです。モリーは人間のことが大好きになってくれました。以前は持っていた警戒心は今ではすっかりとなくなっていたのです。モリーはもう以前のように食事の時などに周りを警戒することはありません。今のモリーはとても社交的になり、もうすっかりと家族の一員になっているのです。私がパソコン作業で集中している時、モリーはすぐ近くに来て、その様子をじっと見つめてきます。そしてしばらくすると、パソコンの機械熱の温かさが心地よいようで、そのまま眠りにつくのです。モリーは今の暮らしに慣れ、とても楽しく過ごしています。そんな幸せそうなモリーの姿を見て、
私も幸せを感じているのです。こうして保護された時は野生的で警戒心が強かったモリーでしたが、養育主さんであるケイトさんの懸命な看病により愛らしい子猫へと変身することができました。モリーにとって今一番の幸せは、美味しいご飯をお腹いっぱい食べ、暖かい部屋で眠ること。そして最近できた犬の友達と遊ぶことのようです。もっともっと大きく成長していくモリー。そんなモリーはこれからも大好きな友達や家族に囲まれて幸せな暮らしを毎日送っていくことでしょう。